どうも、単独歩行者です。先日、兵庫県西宮市の教習所で、普通自動二輪の教習中だった女性が標識の柱などに衝突し、死亡するという痛ましい事故がありました。ニュースではこれ以上の情報は報じられておらず、詳しい状況はわかりません。ただ、ヘルメットは当然着用していたようですし、私が通った教習所では、それ以外の部位にもプロテクターの装着が義務付けられていました。教習所内での死亡事故というのは、様々な不運が重なった結果かもしれません。心よりご冥福をお祈りいたします。通常、教習所内では死亡するほどの衝撃を受けるようなスピードは出ませんが、誤ってアクセルを大きく開けてしまい、体の感性で持っていかれたまま、さらにアクセルを開け続けてしまうという状況は考えられそうです。今動画でもご覧いただいた通り、追い越しのシーンで時速 100km 毎時ほど出ている状態でも、ほとんどアクセルを開ける必要はありません。もちろん、私が乗っているバイクが大型であることも関係していますが、中型バイクであっても、通常の走行シーンでアクセルを突然全開にする必要がある場面は、そう多くはないのではないかと思います。バイクの運転は技術もさることながら、焦りや不安、悩みといった心のコンディションも安全運転に大きく影響します。現在教習に通われている方は、ぜひ心身ともにベストな状態で臨まれることをお勧めします。事故に関する私の持論ですが、事故は単一の要因では起こらず、3つのレイヤーが重なると防ぎきれなくなるという教訓を念頭に置いて運転しています。具体的には、例えば雨の日にスマホを見ながら赤信号を無視するといった3つの条件が重なると、被害の程度が一気に跳ね上がる傾向があるというようなことです。中年の独り言のように聞こえるかもしれませんが、実はこれには一応モデルがあります。そのモデルとはスイスチーズモデルです。スイスチーズモデルはイギリスの心理学者ジェームズ・リーズンが提唱したもので、もともとは航空や医療分野の重大事故の原因分析に使われてきた理論です。例えば航空機事故のケースでは、整備ミス、マニュアルの不備、パイロットの判断ミス、悪天候など、一つ一つは小さな問題でも、それらが重なった時に事故が発生するという共通点が何度も確認されています。実際、アメリカ国家運輸安全委員会の調査では、重大な航空事故の 70% 以上が複数の要因の組み合わせで起きていると報告されています。つまり、たった一つの原因だけで大きな事故になることはむしろ珍しいんですね。このモデルがスイスチーズと呼ばれるのは、穴の開いたチーズのスライスを重ねたイメージから来ています。それぞれのスライスは安全対策の層を表していて、普段は事故を防いでいます。しかし、どの層にも小さな穴、ミスや弱点があり、その穴が偶然一直線に並ぶと事故が起きてしまうというのがこの理論の考え方です。つまり、一つくらいの見落としでは事故にはならないかもしれないが、小さな見落としや不運がいくつも重なると防ぎきれない重大事故につながってしまう。これがスイスチーズモデルの本質です。教習中の方や免許を取ったばかりの方は、すでにバイクに不慣れであるという時点で一つの穴を通過してしまっている状態にあると言えるでしょう。だからこそ、そのことを自覚し、残りの2つの穴をいかに防ぐかを意識することが大切なのではないかと思います。また、運転に慣れている方も、ぜひスイスチーズモデルを頭の片隅に置きながら、自分の運転がどうかを状況に応じて見直していただくのが良いかと思います。と、本日はこんな感じで、スイスチーズモデルで重大事故を防ごうという雑談でした。改めて気をつけようと思った人は、ぜひいいねを押してください。事故の要因をいくつまで重ねられるかという自己資金レースに挑戦中の方も、悔い改めつついいねを押してください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。